はい、こんにちは。今回は前回に引き続きゴッドハンドの深掘りをやっていきたいと思います。今回のメインはスランです。それでは行ってみましょう。ゴッドハンドたちを考察していくと、ある共通点が浮かんできます。それはボイドとフェムト以外のゴッドハンドたちは全て SF 小説から名前が取られているということ。スランはアルフレッド・エルトン・バンボクト著、スラン。ユービックはフィリップ・ケ・ディック著、ユービック。コンラッドはロジャー・ゼラズニー著、我が名はコンラッドからそれぞれ名前が取られているかと考察できます。全てが SF 小説であること。三浦先生が SF 好きであることからもこの説は確定かと思います。今回はこの事実も踏まえてスランを中心に考察を深めていきます。アルフレッド・エルトン・バンボクト著のスランについて簡単に説明していきます。人の思考を読めるスランという超能力者の少年、ジョミーが主人公。その世界では全ての人々がスランを憎んでいます。スランは2つの心臓を持ち、1房の金色の植毛がある。スランであることがバレれば命はありません。人の思考が読めるだけにジョミーの恐怖はさらに増します。少しでも怪しまれて通報されたらそこで終わりです。ジョミーの目的はスランが安全に暮らせる世界を手に入れること。しかし唯一彼を守ってくれた母も捕まってしまいました。ただ一つの望みは父が残した大地下道。その奥に世界を変えうる秘密が隠されている。その秘密まで行き着き、また秘密を読み解くことができる知識を身につけるまで、何としてもジョミーは生き延びねばなりません。危機に次ぐ危機、逆転に次ぐ逆転、そしてどんでん返し。王道の SF エンターテインメント作品ですね。原書は1940年に発行され、日本語版は1960年に初版が出ました。日本においての超能力 SF の古典であり、代表作とされていて、萩尾元の初期作品、ポーの一族などにも影響を与えたとされています。バンボクトのスランのテーマ。それは迫害される者たちの世界観と言えるでしょう。超能力者、異能者は殺されなければならない。迫害しなければならない。そうでなければ自分たちがやられる。迫害され殺される者はなぜ自分たちが狩られなければならないのか理解できません。人間と違う能力を持っているのは自然なことではないのか。人間となぜ共存できないのか。迫害される者の悲哀と狩られる者の正義が表現されています。このストーリーがスランのキャラクター設定に関係していると仮定して、彼女は人間の時どんな人物だったのでしょうか。考えられるのは異色の能力を持ったがために迫害された人物というのが一番直接的でしょうね。ベルセルクの世界観に当てはめて考えると真っ先に浮かぶのは魔女ではないかと思います。断罪の塔におけるキャスカの立ち位置と似たイメージが湧いてきますね。考えてみると、ゴッドハンドの中でも一番セリフが多く、作中最もその人物像のヒントが散りばめられているのはスランだと思うんですよね。26巻に掲載されている腹和田の正気。この周辺にスランのヒントが最も隠されていると思うので、さらに深掘っていきます。まずクリフォトでスランが権限するまでの流れを要約します。イーノック村でシール家の魔術によって引き起こされた洪水に巻き込まれ、トロールたちにさらわれてしまったキャスカとファルネーゼを助けるためにガッツたちはトロールたちの巣に侵入していきますが、そこはウツヨとカクリオが完全に重なった闇の領域、クリフォトでした。キャスカを仲間たちに任せ、背後を気にすることなくトロールたちを相手取ることができるようになったガッツは、何者にも縛られることなく自分の中にある獰猛さを解き放ち、次々にトロールたちをなぎ倒していきます。そこに突然ガッツが倒したトロールたちの腹渡をよりしろにスランが権限するという流れでした。そしてそこにドクロの騎士も現れる。ここからが26巻腹渡の正気なんですが、この名前に重要な意味が隠されているように思います。まず胎児の胎に海と書いて腹渡と読むということ。トロールの腹渡から権限しているところから最初は腹渡と読み、使われている漢字は当て字かと思っていたのですが、よくルビを見てみると濁点がついていて、
腹和田となっている。海という字は確かに和田とも読むので、全く当て字ではないということがわかります。腹渡にかけているということは間違いないと思いますが。そしてこのネーミングをドクロの騎士が呼んでいるということが重要で、この名前にはスランが人間だった頃を的確に表現しているのではないかと思いました。胎という字は読んで字のごとく、子宮や妊娠、出産をイメージさせます。その言葉通り、クリフォトはスランの体内のようなもので、彼女は自在にその中で核利用の者たちを誕生させることができます。海の字を和田と読むことに関しては、日本古来の読み方に由来しています。母なる海という言葉にもある通り、海は生命の母体というイメージが強くあり、そして28巻のシール家の言葉にもあるように、海は核利用につながっている。沖縄の二来家内信仰などでも、海は現世とは違う黄泉の国とのつながりを感じさせます。以上のことから母性というイメージと核利用そのもののイメージが彼女の通り名の中に見つかりました。次はスランが自分の領域と呼んでいるクリフォトについて考察していきます。そもそもクリフォトはユダヤの神秘主義、カバラにおける悪の勢力、もしくは不均衡な諸力を表す概念です。ユダヤ教のカバラには、まずセフィロト、生命の木という概念が存在しています。セフィロトは旧約聖書の創世記に出てくるエデンの園に植えられていた神聖な木で、この木の実を食べると神と等しい永遠の命を得ることができると言われています。クリフォトはセフィロトとは反対に邪悪な木と呼ばれ、セフィロトの第10セフィラ、マルクトの下方に伸びた形をしており、まさに生命の木を逆さまにしたような構造です。人間の中に内在している闇を示しており、虚無の世界、ブラックホールのようなもので、ここに落ちると生命エネルギーが吸収されていくために、精神的に病み、命を落としてしまうことさえあると言われています。以前考察した深淵の神ともつながる概念ではないかと思います。クリフォトから連想できるのは、妖精島でモルダが指示を受けていた闇の魔術師ですね。クリフォトを自らの領域とするスランは、もしかすると妖精島で闇の魔術に精通した優秀な魔女だったのかもしれません。ドクロの騎士に皮肉めかして王様と呼ぶのも、彼が妖精島にいた時のことを知っているからではないでしょうか。ハーナルもドクロの騎士に対して王様と言っていますし、ここにはつながりがあるのではないでしょうか。そして何らかの理由で魔女狩りにあった彼女はゴッドハンドに転生する。そしてこのクリフォトに最もふさわしいのがガッツと権限したスランは語っています。スランがガッツに語りかけるセリフで、僕が特に重要だと思っているのが、そして道が開かれた以上、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。道が開かれるという表現は、5人目のゴッドハンドが転生、受肉することによって、うつよと核利用が重なり始めたことを指していると思われます。ガッツがショックによりトラウマを深くしたことで、その復讐心、怒り、恐怖がガッツ自身を無意識的にクリフォトに向かわせるということを語っているのではないでしょうか。ガッツのドラゴン殺しで幽体を引き裂かれたスランは、まるでそのことすら性的な快楽として楽しんでいるように見えます。憎悪、恐怖、苦悶を糧としているスランには、ガッツとの間に強い因縁を感じさせます。その後の強戦士の甲冑を装備したガッツの力の原動力となったのは、スランがガッツを愛した要因であるネガティブな感情ですし、もしかするとショクの後、ガッツの劇場をかき立てていたのもスランなのかもしれません。28巻、ガッツが夜の海を見て、この真っ暗なうねりの底に吸い込まれちまいそうな気がしてくるぜ、と言っていますが、核利用と繋がっている海の先では、スランがガッツを手招きしているのかもしれませんね。そしてその直後、ガッツは強戦士の甲冑を飼いならすことができず、己の劇場に飲み込まれてしまう。さて、今回は軽く触れただけでしたが、どうもカバラやそこから関連する様々な思想にアクセスしていかないと、いろいろわからないことが多いことに気がついてきました。ベルセルクが様々な世界中の神話、伝承、宗教をもとに世界観を作っているということ。残された我々はその広げた風呂敷がどのように畳まれていくのかを知ることはできません。続きが出ない限りは。
まずは三浦先生がベルセルクを作るためにヒントにしたものについて考えていく必要があるように思います。クトゥルフ神話、北欧神話、キリスト教、カバラ、錬金術、グノーシス主義、マハーバーラタ、そしておそらくは東洋思想、仏教から神道に至るまで、世界中に偏在している古から伝えられる思考体系について考察していくことも今後必要になってくるかと思います。いやー、実はこのチャンネル史上一番悩みました。昔から悩みに悩んだ結果、見てる人にとってはわけわからんもんに仕上がることが多いので、そうじゃないことを祈っております。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。